皆さんこんにちは、村田治です。今回も街中の風景を描いてみたいと思います。これがその資料写真になります。そのまま描くとちょっと面白くないので、前回と同じようにまず滲みを大胆に使うと、それから筆の線を生かす、そして人物を丁寧に描くということに気をつけて描いてみたいと思います。紙はホワイトワトソン F4 サイズになります。最初に大きなね、形を薄く描いています。ここはですね、神戸三宮のセンター街になります。左右のバランスとかですね、正確に描くようにゆっくり描いています。今回も下書きのラインはもう消えてしまうので、どちらかというと位置ですね、人物の位置とかデッサンが狂わないように描いていますね。で、色を塗るときにですね、形とか整えていくことになります。普段ですね、洋館とか建物でも面白い建物とか、それから自然とか海とか空とか綺麗な風景を描いているんですけども、センター街、商店街っていうのはあまり描いたことがありません。今回人がたくさんいる風景をちょっと描きたくなりまして、それで描いています。下書きが終わりましたので塗っていきます。全体にスプレーで水をかけました。オレンジ、ウィンザーオレンジですね。ウィンザーオレンジを薄くかけています。最初下絵といいますか、下の塗りの場合は光を感じるような色に大体するですよね。ですから暖色系が多くなります。全部ウィンザーオレンジとかローシェーナとかだと単調になりますので、ここで、ウィンザーレッドを少し混ぜて、またはパーマネントローズですね、混ぜて赤っぽい色にしました。大胆な筆使いで描いています。にじみですね、ウェットインウェットで使って描いています。ここで、ウルトラマリンですねと、いつものようにパーマネントローズを混ぜて紫を作っています。バントシェーナーを混ぜて暗めにしています。少し暗いところを塗ります。まだ乾いてないんですよね。左側は乾いていませんので、それを利用してにじませながら塗るという形になります。大きな、明るさの違いを見て大胆にね塗っています。あまり写実的にまだ濃いところを塗っているわけではありません。どうせ滲んでしまいますのでね。下のところはちょっと色を変えました。暖色系で塗っています。ここも反射で光っているところは少し残して、
だいたい暗いところっていう感じですね。ちょっと人物のところをですね、ティッシュペーパーで拭き取って明るくしました。ウィンザーオレンジとウィンザーイエローを混ぜて、ちょっとランプといいますか光のところですね、焼いています。今までこう傾けていたんですけども、逆方向に傾けて手前を上にして、絵の具を向こう側に流しています。面白いにじみが出ることを期待しています。で、ちょっと明るいところをですね、水をつけた筆で拭き取っています。セルリアンブルーで天井のところの手すりっていうんですかね、そういうところを描いたり、ちょっとブルーの色があったところ塗っています。まだにじみを利用しています。にじませようとしています。点々点と書いてですね、これが広くにじむようになってくるといいと思っています。今度は赤を置いていますね。もう一度向こう側を低くして手前を上げて、絵の具の流れ方を変化を与えています。もう一度明るいところ、水をつけた筆で絵の具を拭き取っています。もう一段、暗いところを塗ろうということで、ウルトラマリンとバントシエナで黒っぽい色を作りました。どうしても湿っているのでね、暗く塗っても明るくなってしまうんですよね。ですから何回も暗いところを重ねていきます。ホワイトガッシュを飛ばして、これですね、まだ湿っているのでにじんでしまうんですけども、そのにじんだ点々を効果的に使いたいと思っています。ウィンザーレッドを使って、通路の上にある提灯のようなものですね、これをにじみで描いています。全体を見回して、色の変化が出るようにいろいろなところに赤を置いています。そして今度はまたウィンザーオレンジを同じように全体を見回していろいろなところに色を置いています。人物同じオレンジですね。まだ下塗りの段階ですけども、色を置いておきますね。コバルトブルーとウルトラマリン、パーマネントローズを今混ぜて、もう一度暗いところに今度ラインで描いています。ベターっと塗るんではなくて、筆先で描いているという感じですね。ここで一度乾かしました。
ここまでね全体濡らしたままでしたけど、初めて乾かしました。これウルトラマリンとバーントシエナを使って作った黒ですが、筆先で筆のストロークで、ちょっと線で絵を描いてますね。線画みたいな感じで、これで形を整えます。どうしてもねにじみがメインですので、物の輪郭といいますか、物の形がぼやけてしまうので、この段階で少し形をしっかり描いてあげます。もう一度道のところ、暗いところを塗っています。そしてもう一度人物に入りますね。こうやって少しずつこうして、いろんなところに手を加えていきます。全体の調子を見ながら進めていきます。髪のところ少し色を取りました。それから肩のところもリフトアウトですね。水の筆で絵の具を落として明るくしました。そして、今度は髪のところ濃い色を塗りました。でまたですね、この辺少し濃くしたいなというところがあったりしますので、バックのところですね、ブルーっぽい色をのせています。今回は濃くしたいというよりも少しブルーっぽい色にしたいなと思ったからですね。もう少しこうブルーとオレンジの色を出したいと、強く出したいと思いました。どうしてもグレーっぽくなってしまいますのでね。で水彩画は乾くと色がねご存知のように薄くなってしまいますので、様子を見ながらね重ね塗りをしています。ちょっと爪で、引っかいています。下のタイルといいますかね、のところの線を描いています。ホワイトのガッシュで、ちょっとポイントのところで明るいところを入れています。光ですね、光を入れています。でまだね下が濡れていますので、先ほど塗ったブルーが濡れていますので白のホワイトがにじみますけども、それで OK です。右側の看板のレタリングを書いています。文字のところ書いています。もう一度左側の人物濃い色にしました。右側の人物もゆっくり描いていきましょう。足元ね、ちょっとブルーを入れました。それから顔のところ、そして髪の毛のところと丁寧に描いていきますが、あまり細かくは描きません。それぞれのポーズが面白いので、ポーズが分かるような感じでなるべく大胆に描いていきます。こちらはメインキャラクターではないのでね、そんな感じでいいでしょう。もう一度濃い墨のような感じの色で、ラインを描いていきます。窓のところですね。同じように光のところ、形を整えています。ホワイトで形を整えています。ここの看板のところもラインで、描いていきます。下のブルーがきれいににじんでいますので、そのにじみを生かしながら
右側の女性、実際のコートの色ではないんですが、コートの実際は黒色ですけれども、絵をね鮮やかにするために赤で描いています。面で描くという感じでしょうかね。で、下の方は少しグラデーションをつけています。はい、こちらの人物も丁寧に描いてあげましょう。筆先ですね。これ小筆を使っていますが、筆先で丁寧に描いて、最後に指でちょっとこすってなじませます。なじませると同時にグラデーションができますね。今度右側の窓のところ、ラインで輪郭を取ってます。遠方の人物も結構大事ですね。比較的丁寧に描きましょう。もう一度右側の窓のところに戻って、窓の桟といいますか、枠といいますか、これを描いています。もうこの辺りは線画の感じですね。人物、ちょっとジャンバーといいますか上着の色を変えて、魅力的な色にしています。この人物も黒っぽい上着でしたけど、少し色を加えてあげましょう。遠いところですね、少し光があるようなところ、ホワイトガッシュで描き加えています。これは看板なんですけどね、右側のガラスに反射している部分ですね。こういうところを点々と描くぐらいでいいでしょう。それから足元のタイルみたいなところですね、道のところ、これ実際には点描にはなっていませんけど、目で感じる色をですね、ちょっと点描的に描いてあげましょう。光がね、感じられると思います。ちょっと書き込みすぎたような感じがしたので、少し太めの筆で、大きな面の色の塊で人物描きます。あまり形をガチッと取れちゃうと硬い絵になってしまうのでね、そして、同じホワイトガッシュで光を加えます。この辺も白い光がありますので、濃いホワイトガッシュを点々とのせていきます。この辺ライトがあるところですね。はい、これで仕上がりました。今回もですね、資料写真としてはそれほどね魅力的な感じはしませんよね。普通の商店街の風景になります。それでもですね、水彩画にすることによって、かなり印象的な美しい世界が出来上がったのではないかと思います。それでは皆さん、水彩画で人生を楽しくしてください。またお会いしましょう。